海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は1枚のグラフを入り口に公式 API で数字を検証していきます。ある海外の掲示板で話題になったグラフがあって、それを見て本当にこんな数字なのか自分たちでも確かめたいって思ったの。ある場所の月間の新規質問数です。ピークの月は20万7000件、直近の月は2110件。これマジ？場所は伏せたまま聞くけど、20万件が2110件って桁が違いすぎない？場所は多くのプログラマーに知られているあの巨大 Q&A サイトです。全部見せます。今日の主役はスタックオーバーフローというプログラマー向けの巨大 Q&A サイトです。プログラミングでエラーが出た時、やり方がわからない時、世界中の人がここで質問して詳しい人が答える。それが15年以上積み重なってきました。プログラミングしない人からするとちょっとイメージしづらいかも。普段の生活で言うと何が近い？困りごと相談の掲示板に近いです。ただし相談する相手はその分野に詳しい世界中の人。しかも一度誰かが答えた質問は検索エンジンにも載って、同じ悩みを持つ次の人がそのまま見つけて解決できる質問と回答のストックがサイトの一番の価値でした。なるほど。困ったら検索してスタックオーバーフローにたどり着くっていうのがプログラマーの定番ルートだったんだ。その通りです。運営元のスタックエクスチェンジという会社は他にも数学、料理、語学など同じ仕組みの Q&A サイトを何十も運営しています。今日扱うのはその中で最大のプログラミング専門サイトの数字です。質問すればいいだけの場所じゃないの？なんでそんなに巨大な資産みたいな扱いになるんだろう。回答に他のユーザーが投票できて、一番役に立った答えが上に表示される仕組みだからです。同じエラーで悩む人は世界のどこにいても検索から同じページに着地してすでに磨かれた回答を読めます。一つの質問が多くの次の利用者を助けられる。これが15年かけて積み上がった価値でした。さっき言ってた海外の掲示板で話題ってどんな話だったの？ハッカーニュースという海外エンジニアがよく見ている掲示板で、スタックオーバーフローに何が起きたかグラフにしてみたという投稿が368ポイント以上を集めていました。ただこれは誰かが作ったグラフです。私たちは同じ数字を自分の目で確かめたくて、スタックエクスチェンジ公式の API に直接問い合わせて月ごとの新規質問数を取り直しました。階段みたいにずっと下がり続けてるんだ。ピークの月と比べると今って何%くらい残ってるの？ピークの20万7151件を100とすると直近は2110件、割合にして約 1% です。逆に言うとピークの月に来ていた質問の約 99% が今は来ていないということになります。1日あたりに直すとピークの月は約6700件、直近は約70件です。1% ってほぼないのと同じ感覚。この数字、私たちが今日自分で取った実測っていうのが大事なポイントだよね。はい。スタックエクスチェンジ公式 API の生データをこの動画のために自分たちで直接取り直しています。表示している数字は2026年7月19日に取得した時点の集計です。投稿の削除や復元があると、後で同じ月をもう一度取得した時に数百件ずれることがありますが、桁が変わるレベルの傾向は私たちの手元でも同じでした。グラフの中で1番目を引くのがここです。チャット GPT が公開されたのは2022年11月30日。その月の新規質問数は10万9193件でした。そこから先が急に早く落ちてる感じ？はい。チャット GPT 公開の翌年、2023年6月には6万3730件、2024年6月には3万2167件、2025年6月には7738件、そして2026年6月が2110件です。公開月の2022年11月を基準にすると、直近の2026年6月までの約3年7ヶ月で約 98% 減っています。具体的にどういう場面で AI に聞くように変わったんだろう？例えば、コードを書いていてエラーメッセージが出た時、以前はそのエラー文をそのまま検索窓に貼り付けて、スタックオーバーフローの過去質問を探すのが定番でした。今は同じエラー文を AI に貼り付けて、これ何が原因？と直接聞けば、その人のコードに合わせた説明がその場で返ってきます。検索して探す一手間そのものがいらなくなったわけです。毎年ちょっとずつっていう減り方と全然違って、急な崖みたいなスピード感だね。
ここが今日一番伝えたいところです。タイミングが重なっているのは事実です。プログラミングでわからないことがあったとき、以前はスタックオーバーフローで検索して質問を探していた人が、今はチャット GPT のような AI に直接聞くようになったという説明はかなり筋が通って見えます。でも、それだけで全部説明がつくとは限らない。ってことだよね。はい、ここで終わらせると、フェアじゃないと思っています。次の章で、その理由を話します。AI が坂を作ったの？それとも、前からあった坂を AI が急にしたの？実は、坂は前からあったんです。ピークだった2014年3月の20万7151件から、チャット GPT 公開より前の2022年3月の時点で、すでに12万3369件まで、約4割減っていました。8年かけて、年率にすると数%ずつの、緩やかな下り坂です。チャット GPT が出るずっと前から下がってたんだ。じゃあ、AI が出てくる前から下がってた理由って何なの？ここからは HN で上がった仮説の紹介です。今回の API 集計で確認できたのは、あくまで質問数の推移そのものです。3つ、よく出てくる説明があります。1つ目は、質問を投稿しても、それ、もう誰かが聞いてるよ、と、重複扱いですぐ閉じられてしまう、コミュニティの厳しい文化です。回答する側の言い方がきつくなりがちで、新しく来た人が言いづらくなった、という指摘です。2つ目は、よくある質問には、もう十分いい答えが積み上がっている、という説明です。定番の悩みほど、検索するだけで過去の回答にたどり着けてしまうので、新しく質問を書く必要自体が減っていく、という理屈です。重複扱いで閉じられる。って、実際にはどんな感じなの？ HN では、一部の参加者から、初めて質問を投稿しても、似た質問がもう存在するとして閉じられ、ろくに答えをもらえない経験があった、という声が出ていました。ただ、重複を閉じる仕組みには、回答を一つのページに集めて検索しやすい知識として保つ、という目的もあります。運用の厳しさが新規参加者には壁に感じられた、という話として聞いてください。3つ目のコロナ禍の話は？グラフ上では、2020年頃に一時的な下げ止まりが見えます。ただ、今回の API 集計だけでは、それが在宅でプログラミングを始めた人の増加によるものかは検証できません。ここは HN で上がった解釈として紹介にとどめます。つまり、AI の公開後に下り坂の傾きが急になったのは事実だけど、その坂自体はずっと前からあった。ってことだね。原因は最初から一つじゃなかった。一つの原因に決めつけない。数字を扱うとき、私たちはいつもここを大事にしています。気に入ってくれたなら、登録しておいてほしいのだ。次にまた、当たり前、だと思ってた数字が動いてたとき、真っ先に届くよ。以前は、困った人が検索して、スタックオーバーフローにたどり着いて、人間の回答者が答える、という流れでした。今は、その途中を飛ばして、AI に直接聞く人が増えています。だって、そもそもその AI って何を勉強して答えられるようになったんだっけ？ここが今日、一番興味深い部分です。公開ウェブ上の技術 Q&A は、大規模言語モデルを支える情報源の一つになってきました。今は OpenAI と、スタックオーバーフローを運営する会社との公式なデータ連携も発表されています。ただ、初期のチャット GPT にスタックオーバーフローの投稿がどれくらい含まれていたかまでは公開されていません。つまり、スタックオーバーフローが育ててきた公開知識が AI を賢くする側にも回っていて、その結果としてスタックオーバーフローに行く理由が減ったのかもしれない。ってこと？そう見える面はあります。しかも、ここでもう一つ疑問が生まれます。今の AI は、すでに蓄積された定番の質問には強いです。でも、まだ誰も答えていない、新しいフレームワークや新しい技術の最初の答えは、これから誰が作るのか。新しい AI モデルとか、新しいツールが出るたびに、最初につまずいた人の質問が、今までは次の人の助けになってたんだよね。はい。新しいプログラミング言語や、新しいライブラリが出た直後は、AI もまだその話題を十分学習できていません。そういう時、実際に触って最初につまずいた人が質問を書き、詳しい人が答える、というやりとりが、AI が新しい話題を学習していく材料の一つにもなってきた、と言われています。その供給が細っていった先に何が起きるのかは、まだ答えの出ていない問いです。AI が新しい話題にもどんどん強くなっていくのか、それとも人間側の最初の質問と回答がどこかで必要であり続けるのか、ってことだよね。はい。今の時点では、どちらとも言い切れません。今日の数字が示しているのは、プログラマーの世界で、検索して Q&A サイトを探す、という1手間が、AI に直接聞く、という1手間に置き換わってきた、という推移です。
AI の回答には誤りや古い情報が混ざることもあり、投稿を人間が検証、更新し続ける公開 Q&A サイトとは性質そのものが違います。プログラマーって新しい道具を早く使い始める人たちだから、他の仕事より先にこの変化が現れたって感じなのかな。早く現れた分野の一つかもしれません。同じような調べて聞くという行動は他の仕事にもたくさんあります。法律の条文を調べる、経理のルールを確認する、家電の使い方を調べる、料理のレシピを検索する。今日スタックオーバーフローで見た推移がそうした場面にも順番に広がっていくのか、それはこれからの数字を見ていくしかありません。私たちもこの動画を作るときに検索するか AI に聞くか実は選んでるもんね。そうなんです。今回も AI に聞いた話に加えて公式 API の数字まで自分の手で確認しました。これは今すでに起きている変化の実例。数字で見た回だったね。今日は海外の掲示板で話題になった1枚のグラフをきっかけにスタックエクスチェンジ公式 API で数字を自分たちで取り直しました。ピークの月20万7000件から直近は2110件。チャット GPT 公開の時期から減少のペースは大きく上がりましたが、下り坂自体はそれより前から始まっていました。今回の集計だけで原因の内訳まではわかりません。そういえば AI が検索の答えを直接返すようになったことについて海外の裁判所が判断を出した回もあったよね。気になる人は概要欄からチェックしてみてください。今日の聞く相手が変わったという話とつながる部分があります。今日はスタックオーバーフローの質問数がここまで減っていた話を自分たちで実数を取り直して解説しました。よかったら高評価、チャンネル登録、あなたは何かで困った時最初に何に聞くかコメントで教えてください。ミントでした。バイバイ。